ワンちゃんは散歩が大好きと一般に考えられがちですが、時には散歩に行きたくないと感じることもあります。しかし、彼らがその気持ちをどのように表現するかは、飼い主さんにとって意外な形で現れることがあります。この動画では、ワンちゃんが散歩を避けたい時に見せる意外な態度とその背後にある理由を解説します。ワンちゃんの小さなサインを見逃さず、彼らの健康と幸福を守るための知識を深めましょう。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、隠れる。ワンちゃんが散歩に行きたくないとき、彼らは様々な態度を見せることがありますが、その中でも特に意外な行動の一つが隠れることです。ワンちゃんが散歩の時間になると、どこかに隠れてしまう場合、これは彼らが散歩に対して何らかの不安や恐怖を感じているサインかもしれません。例えば、ワンちゃんが過去に外出中に怖い経験をしたか、体調が優れない場合など、散歩に対するネガティブな感情が隠れている可能性があります。ワンちゃんが隠れる場所としてよく選ぶのは、ベッドの下、家具の後ろ、あるいは人がなかなか見つけられないような狭いスペースです。このような行動を見せたときは、まず、ワンちゃんが体調不良を起こしていないか、痛みを感じていないかを確認することが重要です。病気や怪我が隠れている場合、ワンちゃんは不安定になり、いつも楽しんでいた散歩でさえも避けたがることがあります。また、ワンちゃんが散歩に対して抵抗を見せる背景には、過去のトラウマや不安が関係していることもあります。例えば、散歩中に他のワンちゃんに襲われた経験があるワンちゃんは、再び同じような状況に遭遇することへの恐怖から散歩を避けたくなるかもしれません。このような場合、飼い主さんはワンちゃんの不安を理解し、徐々にワンちゃんが外の世界に対してポジティブな感情を持てるようサポートする必要があります。ワンちゃんが隠れる行動を改善するためには、散歩をより楽しいものにする工夫が求められます。例えば、好きなおやつを使って散歩の時間を前向きなものと結びつける、またはワンちゃんが安心できるルートを選んで散歩するなど、ワンちゃんが外出を楽しみに感じられるようにすることが大切です。このプロセスは時間がかかる場合がありますが、ワンちゃんの信頼を得るためには根気強く寄り添う姿勢が必要になります。その2、体を硬くする。ワンちゃんが散歩に行きたくない時に見せるもう一つの意外な態度は体を硬くすることです。これはワンちゃんがストレスや不安を感じている時に見られる典型的な体言語の一つであり、特に散歩への抵抗を示している可能性があります。散歩のリードを見ただけで体が固まってしまうワンちゃんは、おそらく何らかの不快感や恐れを散歩に対して持っていると考えられます。体を硬くする行動は、ワンちゃんが自分を守ろうとする防御的なサインでもあります。ワンちゃんがこのような状態にあるとき、無理に散歩に連れ出そうとすると、ワンちゃんの不安や恐怖をさらに増大させることになりかねません。そのため、このサインを見逃さず、ワンちゃんがリラックスできるようにサポートすることが重要です。ワンちゃんが安心して散歩に出かけられるようになるまで、散歩のペースや時間を調整するなど、ワンちゃんの気持ちを最優先に考える必要があります。散歩に対する恐れや不安を感じているワンちゃんをサポートするためには、散歩を短時間から始めることが一つの方法です。また、散歩中にワンちゃんが興味を示すものに対して積極的に関心を示し、ワンちゃんが好奇心を持てるような環境を作ることも有効です。これにより、散歩がワンちゃんにとってポジティブな体験となり、徐々に散歩への不安が軽減されていくでしょう。さらに、
ワンちゃんが散歩への抵抗を示す原因が物理的な不快感にある場合もあります。例えば、リードが首に締まりすぎている、歩く速度がワンちゃんにとって不快である、などの理由から、ワンちゃんが散歩に対してネガティブな感情を持つことがあります。このような場合、リードの種類を変えてみる、歩くペースをワンちゃんに合わせるなど、ワンちゃんが快適に感じられる散歩の条件を整えることが解決策となります。散歩はワンちゃんの健康と幸福にとって非常に重要な活動です。しかし、すべてのワンちゃんが同じように散歩を楽しむわけではありません。ワンちゃんが散歩に行きたくない時に見せる態度を正しく理解し、適切なサポートを提供することで、ワンちゃんとの信頼関係を深め、散歩を共に楽しむことができるようになります。その3、リードから逃れる。ワンちゃんが散歩に行きたくない時に示す、もう一つの意外な態度は、リードから逃れようとする行動です。これは、散歩への不安や恐怖、または単純に散歩に対する意欲がないことを示している可能性があります。リードをつけようとするときに後ずさりする、リードを口でくわえて引っ張る、あるいはリードをつけられた後に暴れるなど、リードに対する抵抗は様々な形で現れます。これらの行動は、ワンちゃんがストレスや不快感を感じている明確なサインであり、飼い主さんはこれらのサインを見逃さないように注意が必要です。リードから逃れようとする行動の背景には、過去の散歩中のネガティブな経験が隠れていることがあります。例えば、散歩中に他のワンちゃんに襲われた経験や交通事故などのトラウマがある場合、ワンちゃんは散歩を危険なものと認識し、避けたがる可能性があります。また、リードがワンちゃんにとって不快であることも、このような行動を引き起こす一因となり得ます。リードがワンちゃんの首に適切なフィットをしていない、あるいはリードの長さや重さがワンちゃんにとって負担である場合、ワンちゃんはリードから逃れようとします。この問題に対処するためには、まず、ワンちゃんがリードをつけること自体にポジティブな関連を持つように訓練することが重要です。リードを見せるだけでおやつを与える、リードをつける動作をするたびに褒めるなど、リードをつける行動に対してポジティブな経験を積み重ねることが効果的です。また、ワンちゃんがリードをつけた状態でリラックスして過ごせるように、家の中で短時間リードをつける練習をするのも一つの方法です。さらに、散歩に対するワンちゃんの恐れや不安を取り除くために、散歩の環境を変えてみるのも有効です。人や他のワンちゃんが少ない静かな場所を選んだり、ワンちゃんが好奇心を持ちやすい新しい場所に連れて行くことで、散歩に対する興味を刺激することができます。ワンちゃんが安心して散歩できる環境を提供することで、徐々に散歩へのポジティブな感情を育むことが可能になります。その4、座り込む。散歩に行きたくない時にワンちゃんが取りがちな、もう一つの意外な行動は、座り込むことです。これは、散歩を拒否する非常に明確なサインであり、ワンちゃんが何らかの理由で散歩に行くことを望んでいないことを示しています。リードをつけて外に出ようとしたとき、あるいは散歩中に急に立ち止まって座り込む行動は、ワンちゃんが不安、恐怖、不快感、あるいは単に疲れていることの表れです。ワンちゃんが座り込む行動をとる理由は多岐にわたります。ワンちゃんが体調不良である、足や関節に痛みがある、過去の散歩でのネガティブな経験がトラウマとなっている、散歩のペースが速すぎる、など、様々な要因が考えられます。このような行動を見たときは、まずワンちゃんの体調をチェックし、必要であれば、動物医療の専門家に相談することが重要です。散歩を楽しむためには、ワンちゃんが散歩中にリラックスしていられるように、ワンちゃんのペースに合わせて散歩をすることが大切です。ワンちゃんが座り込んだら、無理に引っ張らずに、
ワンちゃんが立ち上がるのを待つか、優しく声をかけて安心させることが効果的です。また、散歩の距離や時間を徐々に伸ばしていくことで、ワンちゃんが散歩に対して抱く不安や恐怖を克服できるようになります。ワンちゃんが散歩に行きたがらないときに、見せる行動を理解し、適切な対応をすることで、ワンちゃんは散歩を楽しむことができるようになります。ワンちゃんとの信頼関係を深め、ワンちゃんの気持ちを尊重することで、散歩はワンちゃんと飼い主さんにとっての大切なコミュニケーションの時間となるでしょう。その後、無視する。ワンちゃんが散歩に行きたくないとき、彼らが取るもう一つの意外な態度は、飼い主さんの呼びかけや指示を無視することです。リードを持って準備ができていても、名前を呼んでもワンちゃんが反応しない。あるいは逆方向を向いてしまうことがあります。これは、ワンちゃんが散歩に対して抵抗を感じている、またはその時点で、他のことに興味を持っていることを示している可能性があります。ワンちゃんが無視する行動を示す背景には、様々な要因があります。ワンちゃんが散歩自体に悪い経験を結びつけている場合、例えば、過去に散歩中に怖い思いをしたワンちゃん同士のトラブルがあったなど、ワンちゃんは散歩を避けたいと感じるかもしれません。また、単純にワンちゃんがその時に感じる気分や健康状態によっても、散歩への意欲が左右されることがあります。ワンちゃんが散歩に対してポジティブな気持ちを持てるようにするためには、散歩を楽しい経験として捉え直すことが重要です。散歩前にワンちゃんが好きな遊びをする、散歩中に特別なおやつを与えるなど、散歩を楽しみに感じるように誘導します。また、散歩のルートを変えて新鮮さを持たせたり、ワンちゃんが好奇心を持てるような場所へ連れて行くことも、散歩への関心を高める一つの方法です。ワンちゃんの無視する態度に対処する際には、決してワンちゃんを無理やり引っ張ったり、強制的に散歩に連れ出すことは避けるべきです。ワンちゃんの気持ちを尊重し、安心できる環境で散歩を楽しめるように、根気よくポジティブな関連付けを行うことが大切です。時間をかけて、ワンちゃんが散歩を前向きに捉えられるようにサポートすることで、ワンちゃんとの信頼関係を深めることができます。その6、うなる。ワンちゃんが散歩に行きたくない時に示す別の意外な態度はうなることです。これはワンちゃんが不安、恐怖、または防衛的な気持ちを感じている時に見られる行動で、特に散歩への強い拒否を示している可能性があります。リードを取り出すだけでうなる、あるいは散歩に出かけようとする動作をする時にうなる場合、これらはワンちゃんが何らかの不快感やストレスを感じているサインです。うなる行動は、ワンちゃんが自分の不快感や不安をコミュニケーションする方法の一つです。ワンちゃんがうなるとき、それは私は今、この状況が苦手だ、またはこれ以上近づかないでと言っているようなものです。このような行動を見せた場合、飼い主さんはワンちゃんのメッセージを尊重し、無理に散歩に連れ出そうとしないことが重要です。まずは、ワンちゃんがうなる理由を理解しようとすることから始めます。ワンちゃんが散歩に対してうなる行動を示す背景には、散歩中のネガティブな経験や身体的な不快感がある場合が考えられます。例えば、散歩中に痛みを感じる場合や、散歩のルートに不快な記憶がある場合などです。ワンちゃんがうなる原因を特定し、その原因を取り除くことができれば、ワンちゃんは徐々に散歩に対するポジティブな感情を持てるようになります。ワンちゃんが散歩に対してうなる問題を解決するためには、ワンちゃんの信頼を得ることが最も重要です。安心できる環境での積極的な関わり合いを通じて、ワンちゃんが散歩への恐怖や不安を克服できるように支援します。散歩を楽しいものとして再構築し、ワンちゃんが安心して、外の世界を楽しめるようにすることで、
うなる行動を減らすことができるでしょう。ワンちゃんとのコミュニケーションを大切にしながら、ワンちゃんが散歩を楽しみに感じるようにゆっくりと導くことが成功の鍵となります。その7、後ろ向きに歩く。ワンちゃんが散歩に行きたくない時に見せる意外な態度の一つに、後ろ向きに歩くことがあります。これは、文字通りワンちゃんが散歩を拒否し、リードが引かれる方向とは逆に、後ろ向き、または横向きに歩こうとする行動を指します。この態度は、ワンちゃんが散歩に対して不安や恐れを感じている、または特定の場所や状況に対して抵抗があることを示している可能性があります。後ろ向きに歩く行動は、ワンちゃんが散歩の途中で何かに怖がったり、不安を感じたりした時にも見られます。例えば、大きな音に驚いた、他のワンちゃんに脅威を感じた、あるいは過去に不快な経験をした場所を通る際などです。このような状況では、ワンちゃんは不安や恐怖から逃れようとして安全だと感じる方向へ移動しようとします。この問題に対処するためには、まずワンちゃんの不安や恐怖の原因を理解し、それを取り除くことが重要です。散歩のルートを変更する、恐怖を引き起こす可能性のある要因を避ける、またはワンちゃんが不安を感じる瞬間に安心できるように声をかけたり、おやつで気を紛らわせるなどの方法が有効です。ワンちゃんが安心して歩けるようになるまで、忍耐強くサポートし続けることが大切です。その8、放行する。ワンちゃんが散歩に行きたくない時に見せる別の意外な態度は放行することです。放行は、ワンちゃんが高いレベルの不安、ストレス、または攻撃性を感じている時に発せられる強い声です。散歩に行くことを拒否する際に放行するワンちゃんは、その状況に対して強い不快感や恐怖を持っていることを示しています。これは、ワンちゃんが単にうなるよりも、さらに深刻なサインであり、ワンちゃんとのコミュニケーションにおいて、真剣に取り組む必要がある問題を指し示しています。放行する行動を示す原因には、過去のトラウマ、身体的な痛み、あるいは、散歩の環境自体に対する恐怖が考えられます。例えば、ワンちゃんが散歩中に他のワンちゃんに襲われた経験がある場合、その記憶から散歩への恐怖が生じ、放行することでその不安を表現しているのかもしれません。また、散歩に関連する身体的な不快感、例えばリードや首輪が引き起こす痛みや不快感が原因である場合もあります。このような行動を改善するためには、ワンちゃんの信頼を再構築し、散歩を安全で楽しい経験として捉え直す必要があります。プロのドッグトレーナーや行動カウンセラーと協力して、ワンちゃんの不安や恐怖に対処する戦略を立てることが効果的です。ワンちゃんがリラックスして散歩に参加できるように、ゆっくりとしたペースで進め、ワンちゃんの快適ゾーン内で活動を行うことが重要です。また、ワンちゃんが散歩中に安心できるように、方向を引き起こすトリガーを理解し、可能な限りそれらを避けることも必要です。これらの態度は、ワンちゃんが散歩に対して持っている不安や恐怖を理解し、適切に対応することで、徐々に改善することが可能です。ワンちゃんの感情を尊重し、安心できる環境を提供することで、ワンちゃんとの信頼関係を強化し、散歩を共に楽しむことができるようになります。その9、震える。ワンちゃんが散歩に行きたくない時に見せる意外な態度の一つに、震えることがあります。これは、ワンちゃんが強い不安や恐怖を感じている時に見られる行動で、特に散歩に対する恐れがある場合に、顕著になります。震えることは、ワンちゃんがストレスや不快感を経験している強い指標であり、ワンちゃんの心理状態に飼い主さんが注意を払う必要があるサインです。
ワンちゃんが震える原因は多岐にわたりますが、散歩に関連している場合、過去に散歩中にトラウマを経験した、例えば攻撃されたり、大きな音に驚いたりしたことが原因である可能性があります。また、外の寒さや、散歩に使用されるリードやハーネスに対する不快感が原因であることもあります。ワンちゃんが散歩前や散歩中に震える行動を示した場合、まずはワンちゃんを安心させ、落ち着かせることが重要です。穏やかな声で話しかけたり、ゆっくりと撫でたりすることで、ワンちゃんの不安を和らげることができます。また、ワンちゃんが散歩に対してポジティブな感情を持てるように、散歩の経験を徐々に楽しいものへと変えていく必要があります。これには、ワンちゃんが好きな場所での短い散歩から始める、お気に入りのおやつを散歩中に与えるなどの工夫が有効です。その10、鳴き声を上げる。ワンちゃんが散歩に行きたくない時に示す別の意外な態度は、鳴き声を上げることです。ワンちゃんが散歩に対して不安や不満を感じている時、または散歩への抵抗を示す時に、鳴き声や鳴き声を使ってその感情を表現することがあります。この行動は、ワンちゃんが何かしらの不快感を感じている、あるいは散歩への恐れや不安があることを示しています。鳴き声を上げる原因としては、散歩のルートや環境に対する恐怖、他のワンちゃんや人への不安、身体的な不快感や痛みなどが考えられます。また、散歩に出ること自体に不安を感じるワンちゃんは、散歩の準備を始めるだけで鳴き声を上げることがあります。ワンちゃんが散歩に対して鳴き声を上げる行動を改善するためには、ワンちゃんの不安や恐怖の原因を特定し、それを軽減することが重要です。散歩の環境を変えてみる、ワンちゃんがリラックスできるような散歩の方法を試す、あるいは、散歩前にワンちゃんが落ち着けるようなルーティンを作るなどの方法が有効です。ワンちゃんが散歩を楽しいと感じることができれば、鳴き声を上げる行動も自然と減少していくでしょう。これらの態度は、ワンちゃんが散歩に対して抱える不安や恐怖を理解し、適切なサポートを提供することで、改善することが可能です。ワンちゃんの感情を尊重し、安心できる散歩の環境を整えることで、ワンちゃんとの信頼関係を深め、共に楽しい散歩の時間を過ごすことができるようになります。その11、伏せを拒否する。ワンちゃんが散歩に行きたくない時に見せる意外な態度の一つとして、伏せを拒否することがあります。通常、伏せは基本的な服従トレーニングの一環として、ワンちゃんに教えられるコマンドですが、散歩に行きたくない場合、このコマンドに従うことを拒否することがあります。これは、ワンちゃんが散歩への不安や抵抗を感じているとき、または散歩に対してネガティブな経験があるときに見られる行動です。ワンちゃんが伏せを拒否する背景には、散歩に対する恐怖や不安があることが多いです。例えば、過去に散歩中に怖い経験をしたり、リードやハーネスが原因で不快感を感じたりしている場合、ワンちゃんは散歩に出かけることを避けたくなります。また、ワンちゃんが体調不良である場合や、散歩に行くこと自体がストレスとなっている場合も、伏せのコマンドを拒否する原因となり得ます。この問題を解決するためには、まずワンちゃんの不安や恐怖の原因を理解し、それに対処することが重要です。散歩の準備段階からワンちゃんを安心させるために、穏やかな声で話しかける、リードやハーネスをつける際に、おやつでご褒美を与えるなど、散歩に対するポジティブな印象を与える工夫が必要です。また、ワンちゃんが体調不良でないかを確認し、必要であれば、動物医療の専門家に相談することも重要です。その12、玄関を避ける。もう一つの意外な態度は、玄関を避けることです。ワンちゃんが散歩に行きたくない場合、散歩に出かけるための玄関の近くに行くことを
積極的に避ける行動をとることがあります。これは、ワンちゃんが散歩への出発点である玄関自体にネガティブな感情を持っていることを示しています。玄関を避ける行動は、ワンちゃんが散歩に対して強い不安や恐怖を感じている、または過去に玄関で不快な経験をしたことがある場合に見られます。玄関を避けるワンちゃんに対しては、まず散歩への不安を和らげることが重要です。玄関や散歩に対するワンちゃんの恐怖を軽減するためには、玄関での時間を楽しいものに変えることが効果的です。例えば、玄関でお気に入りのおもちゃで遊ぶ、玄関を出る前におやつを与えるなど、玄関をポジティブな体験と結びつける方法を試します。また、ワンちゃんが玄関を恐れないよう、散歩に行く前にリラックスできるような環境を提供することも大切です。これらの態度を改善するためには、ワンちゃんの不安や恐怖に対して優しく、根気強く接することが必要です。ワンちゃんが散歩に対して持つネガティブな感情を理解し、適切なサポートを提供することで、徐々にワンちゃんが散歩を楽しむことができるようになります。ワンちゃんの心理を理解し、安心感を与えることで、ワンちゃんとの信頼関係を深め、散歩を共に楽しむ時間に変えることができるでしょう。ワンちゃんが散歩に行きたくない時に見せる意外な態度を知ることで、彼らの気持ちをより深く理解する手助けとなります。この動画を通じて、ワンちゃんの行動の背後にある理由と、それにどう対応すべきかの知識を得ることができました。ワンちゃんが散歩を拒むときは、ただの気まぐれではなく、何らかの不快や問題を訴えている可能性があることを忘れず、彼らの健康と幸せを守るために、適切な対応を心がけましょう。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。